幼い子供たちがろくな食事すら与えられず奴隷扱いされる惨状、あなたは直視できますか？1994年、アメリカマサチューセッツ州ボストン。あなたは僕らに勇気を与えてくれる偉大な存在です。その行動をたたえ、ここに表彰します。ノースイースタン大学で開催されたリーボック人権賞の授賞式で、人気俳優ブレア・アンダーウッドから賛辞を贈られたのはわずか12歳の少年イクバル・マシー。2000人もの人々が詰めかける会場に割れんばかりの拍手と歓声が鳴り響きます。同時にイクバルに視線を送る観客たちはどこか物珍しいものを見る様子でざわめいていました。その理由は彼が12歳というその年で国際的な賞を受賞したことだけにとどまりません。平均的な12歳男児の身長は150センチほど。しかしイクバルはなんと120センチしか身長がなかったんです。なぜ彼はそれほどまでに体が小さいのか。それはイクバルが奴隷労働の末小人症を患っていたから。幼少期からの過酷な労働で小人症を患った少年が体感したパキスタン児童労働の底知れぬ闇とは。一見奴隷の日々から解放されたように見えるその少年が真に解放される日は訪れないんです。おはようございます。日々ルナの成長を感じております。ケンちゃんです。沖縄の紫芋パイの CM 待ってます。ヤミコです。本日は世界にはびこる闇シリーズということで、今回のテーマはパキスタンの児童労働問題についてなんで。発展途上国だとさ、小さな頃から働かされるってのはよく聞く話じゃない？今回もそういった話なのかしら？そうなんです。中でもね、パキスタンの児童労働っていうのは特に闇深いんです。今回取り上げる少年っていうのは、その過酷なね、労働環境のせいで、体が子供から成長しないという小人症を患ってしまったんです。労働環境のせいでってこと？普通労働してて運動にもなるからみたいな考えちゃう私がいるんだけど、どんな環境で働かされてたわけよ？小人症を患うほどの過酷な労働を強いられていた少年。彼の身に降りかかった災難とは果たして。働く子供たち。1993年6月14日、オーストリアの首都ウィーン。この日開催されていたのは国際連合が主催した世界人権会議。その会場にひときわ異彩を放っている人物がいました。その人物とはイクバル・マシー。彼はなんと11歳の幼さで世界の権威が集まるそのイベントに参加していたのです。何より驚かされるのはイクバルのその見た目。彼の身長はおよそ120センチと一般的な11歳に比べて明らかに低く、どう見ても4、5歳の幼児にしか見えないんです。イクバルはなぜそれほどに小柄なのか。その理由について彼はこう話します。僕は4歳から工場で働いていました。4歳から重労働を課されたイクバルはその影響で体の成長が完全に止まってしまっていました。一体彼はなぜ常識では考えられないその年齢から働かねばならなかったのでしょうか。それはまだイクバルが4歳の頃。どうやってお金を工面したらいいものか。ため息混じりにそうつぶやいたイクバルの母。パキスタンパンジャーブ州の小さな村で暮らしていたイクバルの家計はとても裕福とは言えず、母も兄弟も一家総出で働いている状態。それでもギリギリの生活を強いられていた一家をさらに追い詰めるピンチが訪れていたんです。そのピンチとは兄の結婚。本来ならめでたいはずのその出来事を前に、一家はどうしてもお祝い金を用意することができませんでした。結婚のお祝いを用意できないなんて絶対に許されない。お金を借りる当てを探すしかないわよね。もう嫌な予感しかしないじゃない。お金がないのにそこからさらに借金するわけでしょ。負のループへの入り口よ、こんなの。お察しの通りなんです。そしてこの無理な借金の犠牲になったのがイクバルだったんです。絨毯工場の社長さんがね、兄さんの結婚資金を出してくれることになったの。ある日自宅へ帰ると同時に家族にそう告げたイクバルの母。本来なら喜ぶべきその報告を口にした彼女の表情はどこか暗く曇っていました。そして次の瞬間、母はまだ4歳のイクバルの方へ向き直り、確かにこう言ったんです。イクバル、頑張って働いてお金を返しましょう。兄さんのためよ。そう、ギリギリの生活を強いられている一家が融資を受けるには、その対価として労働力を差し出さなければなりませんでした。こうしてまだ4歳にして絨毯工場で働くことになったイクバル。ただ彼はその事実に衝撃を受けながらも抵抗することはなかったんです。みんな頑張って働いてるんだ。僕だって家族のために頑張らなきゃダメだよね。母が借りてきたお金は600ルピー、日本円にして
約1000円と少し働けば返せるはずの額でした。こうしてどうにも立ち行かない状況の中、一家は働きに出るイクバルのことを苦渋の思いで見送ったんです。聞いてるだけで心苦しいわ。4歳って保育所にいるようなちっちゃい子たちよ。それが借金返済のために働きに行かされるだなんてね、発展途上国の中でもなかなかやばい方なんじゃない？パキスタンではこれが当たり前になってるわけ？残念ながらそうなんですよ。ここでね、本日のメトラーキーワード、パキスタンの児童労働について。2015年時点でパキスタン国民のうち貧困層は 24.3% と国民の4人に1人に該当。子供まで働かなければならない家庭が今でも多く存在しているんです。また、パキスタンの法律では就労可能な年齢が14歳と低く、イクバルのような違法な児童労働者の年齢も相対的に低くなっているんです。違法な児童労働者に与えられる仕事は主に家事や工場労働など、児童労働者は賃金も安く済むため単純作業を与えてコストカットを図る経営者が後を絶ちません。当然、行政の立ち入り検査が入ることもありますが、検査時に子供を隠す、検査官に賄賂を渡すなどの不正が横行しており、うまく取り締まれていないのが実情なんです。大人の都合のためだけに、コストカットのためだけに物みたいに扱われて、ひどすぎる環境よ。現にね、イクバルみたいに小人症を患っている子供も出てますからね。そしてね、この問題の本質はイクバルにそんなね、病魔をもたらした過酷な労働環境なんです。一体工場ではどんな試練が待ち受けているんでしょうか。逃げ場のない地獄。こうしてわずか4歳にして工場での労働を強いられることになったイクバル。その環境はとても幼い子供が耐えられるようなものではありませんでした。製造している絨毯を虫から守るため全く換気がされておらず、異常なまでに熱気がこもった作業場。工場内には巨大な機械が所狭しと立ち並び、働かされている子供たちは皆不自然にかがんだ体勢での作業を強いられていました。そしてこの子たちなんかおかしい。イクバルが気になったのは、工場内にやけに赤黒い肌をした子供が多いこと。その理由を尋ねると、同僚の子供はこう話しました。一日中毛糸に触れていたら君もこうなるよ。そう、子供たちが絨毯を編むために毛糸に触れている時間は1日12時間。そのうち休憩は30分しかありません。週に6日、それだけの時間毛糸に触り続けた子供たちの皮膚はただれ、ダニに刺されることも相まって皮膚病を患うことも珍しくなかったんです。信じらんない。1日12間で収録、大人でもおかしくなるような働き方じゃない？それを子供にさせて大丈夫なわけなくない？体がおかしくなるだけじゃ済まない子もいるんですよ。ある日、イクバルは不思議そうな様子で同僚にこう尋ねました。あれ？あの子はどこに行ったの？そう、いつも一緒に働いていた同僚の一人がもう何日も姿を見せていないんです。すると問いかけられた同僚の子供はいなくなったその子についてこう話します。お腹を空かせて死んじゃったみたい。工場で与えられる食事はわずかな米と豆、野菜のみ。日々激務にさらされる子供には到底十分な量とは言えず、栄養失調で亡くなってしまう子も少なくなかったんです。さらに子供たちにはもっと直接的な苦痛も与えられていました。怖い、やめてやめて。いいからおとなしくしなさい。工場内に響き渡る子供の泣き叫ぶ声。叫んでいるのはうっかり手を怪我してしまった女の子。そして工場長はその子の手に熱々の油を注ぎ、傷口を塞ごうとしていました。その子がいくら泣き叫ぼうが関係ありません。工場長にとっては傷口を塞いで商品に血がつかないようにすることの方が重要だったんです。ありえないわよ。ほぼ殺しにかかってるようなもんよ。これをやばいって大人はいないわけよ。小さなね、子供たちを働かせるのが当たり前だと思っている大人からしたら見慣れた光景だったんです。これほどに理不尽な仕打ちを受けていた子供たちの中には当然逃げ出そうとする子もいました。しかしそうした子はすぐに連れ戻され、殴る蹴る、挙句は何時間も逆さ吊りにされるなどの体罰を受けることに。ボロボロになった同僚の姿を目にした他の子供たちは逃げる気力さえ失ってしまうんです。ただイクバルに課されたのはあくまで工場の経営者から借りた600ルピーを返すまでの契約。日本円で1000円ほどのその額を返せば工場からもすぐに解放されるように思えていました。しかしイクバル、てめえまたサボってんな、罰金だ。日々続く重労働に疲れた様子を見せればすぐに難癖をつけてくる工場長。そのために罰金が課され、借金はみるみる膨らんでいきました。このほか食事や研修費、仕事道具を購入する費用までもが追加されていき、イクバルの借金はいつの間にかいくら働こうと返せない額になっていたんです。絶望を覚えたイクバルは工場を抜け出し警察に駆け込んだことも。ところがダメだよ、ちゃんと仕事に戻らないと。児童労働が当たり前になっているパキスタンの警察が工場から逃げ出したいというイクバルの訴えに耳を貸すはずはありませんでした。工場へ連れ戻されたイクバルはさらに罰金を課されることに。いつの間にか日本円で約1000円だった借金は2万円以上に膨れ上がり、イクバルはもはや何のために働いているのかもわからない状態。借金が返せれば解放するというのは建前。工場長は
最初からイクバルを実質無償の労働力として半永久的に利用するつもりだったんです。警察に助けを求めても助からないなんてもう絶望に近いわよね。どうやって助かるっていうのよ。八方塞がりには思えるんですけれども、この後のイクバルは解放されるんです。実はこの児童労働についてパキスタンという国は変革の時期を迎えていたんです。闇に立ち向かう少年。それはイクバルが工場へ来てから6年目の1992年2月、彼は隙を見て工場を抜け出すと、どこかへ向かって一目散に走っていました。見つかればまたひどい体罰を受けると分かっていての脱走。当然何も当てがないわけではありません。イクバルが必死の思いでたどり着いたその場所は債務労働解放戦線、通称 BLLF の本拠地。工場長はことあるごとに BLLF には近づくなと子供たちに念押しをしていました。イクバルはその BLLF に何かあるはずだと期待を抱き工場を脱走したんです。そして BLLF の集会へやってきたイクバルに対し会長のイーシャン・ウラー・カーンは当然のようにこう言いました。よく来たね。君はもう働かなくていいんだよ。BLLF はパキスタンで活動する児童労働防止を訴える団体。実のところ彼らの活動は勢いを増してきており、新たに債務拘束労働制度廃止法が制定されるほどの成果を見せていました。この法律はイクバルのように無理やり働かされている子供の借金を帳消しとするもの。工場長はこの法律ができたことを知っていたために子供たちと団体との接触を嫌っていたんです。すごい。工場にいる他の子供たちも助かるんじゃない？勘がいいんですけど、イクバルのこの後の行動が世界的に表彰される理由だったんです。ねえカーンさん、お願いがあるんだけど。会長のカーンから団体や法律について説明を受けると、神妙な面持ちでそう切り出したイクバル。そう、彼は決して自分だけが自由になればそれでいいとは思っていませんでした。そこからイクバルはカーンの力を借り、工場で働かされている子供たちが全員自由になれるように働きかけたんです。結果 BLLF の弁護士を通じ子供たちは全員解放されることに。その後イクバルはカーンのつてで BLLF の学校へ通い、優秀な成績で卒業。自身で各地の工場へ出向いてのデモ活動を展開し、4歳から10歳まで読み書きを習っていなかったとは思えないほどの演説を披露。やがて世界的な賞を贈られるほどの人物となっていくんです。しかし実はようやく工場から解放されたその状況において、イクバルは一つ大きな不安を抱えていました。何が不安なわけ？奴隷みたいな状況からかなり影響力を持つような人になれたわけじゃない。影響力を持つっていうのは同時に危険なことでもあるんです。大きすぎた代償。奴隷労働から自由の身となり、世界的に注目されるスピーカーとなったイクバル。その影響を一番に受けていたのは、当たり前のように児童労働を行っていた工場でした。イクバルの影響で非難にさらされるようになった工場は、受注すらままならない状況へ追い込まれ、次々に廃業。奴隷になっていた子供たちは解放され、イクバルを英雄のように称える人は日増しに増えていきました。そんな日々の中で、イクバルの元にはたびたび手紙が届くように。その内容は、各地の工場経営者からの殺害予告でした。1995年4月16日、この日イクバルはイエス・キリストの復活を祝う復活祭を家族で過ごすためパンジャーブ州へ帰郷。2人のいとこと共に自転車に乗り、母からの差し入れを持って叔父の元へ向かうところだった。そっか、今日中にはもう帰っちゃうんだな。ちょっとの時間でも話できてよかったよ。悪いね、本当はもっとゆっくりしたかったんだけど、小人症の治療があってね。そう、それはそうやって彼らが別れを惜しんでいた時のこと。イクバルマシーだな。突如呼びかけた何者かの声にイクバルが目をやると、そこに立っていたのは畑で作業をしていた一人の男。男はその手にショットガンを構えていた。田舎村の人気のない道に響いた銃声。工場からの解放もつかの間、こうしてイクバルはわずか12歳で生涯を閉じた。イクバルを射殺したのはアシュラフという薬物中毒者。精神に異常をきたしたこの男の犯行を警察は無差別なものと考えていました。しかし記者の中には次のような噂を報道する者もいたんです。イクバルの殺害を命じた真犯人はイクバルの父だと。工場経営者から恨まれてる話だと思ったら、どこから父親が出てくるわけよ。実はね、イクバルの家庭は生活が困窮している以外にも様々な問題を抱えていたんです。ネトラーの皆さんは最初の場面でイクバルの家庭が一家総出で働き詰めだと説明したのを覚えているでしょうか。実はその中に父親は含まれていません。イクバルの父サイフ・マシーは重度の薬物中毒者。家計が困窮していたのは家族が稼いできたお金を彼が薬の購入に使ってしまうためでした。そんな父サイフに対し工場経営者は次のような取引を持ちかけたといいます。情報料は払う。イクバルが次に地元へ帰ってくるタイミングを教えてくれ。この噂が真実であれば、犯人のアシュラフは工場経営者の差し
し金ということになります。しかしアシュラフは犯行動機を次のように供述。あいつ、俺が役をやってることについてとやかく言ってきやがったんだ。こうして結局事件は薬物中毒者の寄稿として片付けられてしまうんです。ただ犯行の瞬間を目撃したイクバルの親戚によれば、その時彼は自転車に乗っていたといいます。そしてイクバルが撃たれたのは背中。違法薬物の使用を指摘されたアシュラフの言い分はどこか不自然にも思えるんです。そのためイクバルを救った BLLF をはじめ児童労働反対を訴える活動家の多くが、彼は工場関係者に暗殺されたのだと今でも主張し続けているんです。イクバルの葬儀に訪れた子供たちはその後3000人以上を引き連れデモ活動を展開。異国のパキスタン大使館を訪れ児童労働反対を訴えるなど、今も世界に根ざした活動を続けています。このようにしながらイクバルの意思は彼が死してなお脈々と受け継がれているんです。おざっす。ここでね、皆さんにお願いがありましてですね、もし皆さんの中に BGM とか作曲して作れるよっていう方がいれば、ぜひ概要欄か固定コメントのフォームから応募いただければと思います。そこで作ったオリジナルの BGM、アルゴメトリーとかのチャンネルでぜひ使いたいなと思っておりまして、そういうのに興味がある方とか、音楽とか自信あるよっていう方いればね、ぜひご連絡いただけますと幸いです。